家康と本能寺の変。どうする家康に学ぶ日本史。信長は家康を殺そうとしたのか。徳川家康は一説には本能寺の変の直前に織田信長に殺害されようとしたとも言われている。家康がどのように本能寺の変と関わったのかを想像を交えながら考察してみよう。信長は武田勝頼を天目山で討ち取ると大きく力をつけた家康の存在が目障りとなったと思われる。そのため信長は勝頼を裏切った穴山梅雪と家康を共王で安土城に招き、明智光秀に家康と梅雪を殺すよう指示したのではないだろうか。ところが接待役の光秀は安土城で家康と梅雪を毒殺することに失敗する。これに激怒した信長は光秀の共王役を解き、中国攻めの羽柴秀吉の後詰めに向かうよう命令する。信長を恨んだ光秀は甥の坂で中国地方には向かわずに京都の本能寺へと進路を変えた。この時に明智軍として参加した人物が本城宗右衛門覚書という記録を残している。宗右衛門は京へ向かうと知ると家康を討ちに行くと思ったと述べている。つまり明智家では光秀が家康を討つことを信長から命令されていることは公然の秘密となっていたのである。そのため宗右衛門はまさか光秀が信長を討ち取るとは思いもよらなかったと述べている。宣教師フロイスの日本史には安土城で信長が光秀を部屋に呼んで叱責したと噂されていると書かれている。光秀は一般的には家康の共王に腐った魚を出したために信長に叱責されたとされている。しかし几帳面で綿密な光秀がそんな初歩的なミスを犯すだろうか。日本史にはなぜ信長が光秀を叱責したのかは書かれていないが、家康らの殺害を失敗したためではないだろうか。もしも瀬名と信康が信長の命令で処刑されたとすれば、信長は徳川家の解体を目論んでいた。そして瀬名信康に続いて家康を殺害すれば、強固な徳川家臣団といえども骨抜きとなる。この時光秀は家康に信長が命を狙っていることを教える代わりに協力を求めた可能性もある。本能寺の変で信長と嫡男の織田信忠を討ち取った光秀は堺の町を遊覧していた家康と梅雪を殺害するために兵士を派遣している。家康は茶屋四郎次郎の活躍で無事に逃れて帰国できたが、梅雪は無念にも宇治田原で討ち取られている。光秀が執拗に家康の命を狙ったのは、信長と家康を倒せば日本の中央部分を一挙に手に入れることができるからである。またうがった見方をすれば、光秀は家康に協力を断られたために殺害しようとしたのかもしれない。ところで光秀は本能寺の変成功の直後に大きなミスを2つ犯した。1つ目はどうしても信長と信忠の死球を発見できなかったことである。そして2つ目が
家康を討ち取ることができなかったことである。もし信長と信忠の死球が発見され、家康が討たれていれば、多くの大名が雪崩を打ったように光秀に加担したかもしれない。そうすれば山崎の戦いで敗れたのは秀吉だったに違いない。しかし現実は光秀が秀吉に討たれ、秀吉の死後は家康が天下人となった。そのため豊臣氏や徳川氏に都合が悪い資料というものは多くが処分されたと考えられる。本能寺の変が謎に包まれたままのゆえんである。家康や秀吉が本能寺の変に関与したという記録がないというだけで、家康や秀吉が全くの白ということにはならない。本能寺の変で一番恩恵を受けたのが徳川家康と豊臣秀吉だからで、動機は十分にある。今後に処分を免れた文書が発見され、新事実が浮かび上がってくることを期待したい。